リーランド・スカラーっていうベースプレーヤー知ってますよね。僕はね、不覚にも数年前まで彼の存在を知らなかったんですよ。本当にね、プロのベースプレーヤーとしてお恥ずかしい限りで、ネーザ・インスト、フレディ・ワシントンと並んで、あるいは下手をするとですね、それらを超える存在であるかもしれないんですよね。なのになぜだか僕の中ではすっぽりと彼の存在が抜け落ちていたんですよね。それなりに世界のベースプレーヤーについては広く浅く目ざとく、アンテナを張っていたはずなんですけどね。ところでそんな僕がリーランド・スカラーをどうやって知ったのかというとですね、例によって YouTube でネットサーフィンをしている途中で西海岸ロックの流れから久々にね、エアプレイっていうグループがね上がってきたんですよね。うわー懐かしいと思いながらね、一連の曲を聴いている中で Nothing You Can Do About It という曲をですね、デビッド・フォスターのライブがですね武道館で昔あったんですけど、その時の映像が上がっていて、曲自体はねもともと好きな曲ではあったんですけど、とにかくねベースがめちゃくちゃ良くてですね、ベース誰だと思ってね、よく見ても僕の知らない人がベースを弾いてるんですよ。一体この人は誰みたいな。というわけで思わず Facebook 上でシェアして周りに問いかけてみたところ、間髪入れずにですね複数の友人から、返答があってですね、リーランド・スカラーであることが判明したというわけなんですよ。しかもリサーチしてみると超大御所ではないですか。その時ほど穴があったら入りたいと思ったことはないですよ。彼は意外なところでレコーディングに参加していて、昔 NHK ソングスという番組でですね共演させていただいたこともある松任谷由実さん、当時はね荒井由実という名前であったんですけれども、彼女のね中央フリーウェイっていう曲があるんですけれども、なんとその曲は彼がベースを弾いていたんですよ。それでね、どうやらこのレコーディング以来松任谷由実さんは事あるごとにレコーディングに彼を呼んでいるそうなんですよ。要するに御用達ベースプレイヤーっていうことですね。リーランド・スカラーは1947年ウィスコンシン州に生まれ、その後はですねカリフォルニアに移住したんですね。で4歳の時にピアノを始めたんですけど、その後10代からすでにベースを始めるんですよ。カリフォルニア大学ノースリッジ校で音楽を専攻して学んでいる際にですね、バンドのオーディションを通してジェームス・テイラーとの出会いがあって、で以後はコンサートツアーやアルバム制作を通して、活動を共にするんですね。でジェームス・テイラーの音楽が世に知れ渡ると同時にリーランド・スカラー自身にも注目が集まるわけですよ。で以後はスタジオミュージシャンとしての活動に拍車がかかったんですね。そして実は前回のコンテンツで紹介したトトのレコーディングにも彼が携わっていて、実はジョージ・ポジーはリーランド・スカラーがベースを弾いてるんですよ。どうもデビッド・ハンゲットにしてはテイストが違うなと思っていたことは確かで、今なるほどなぁと納得しているところなんですね。
ジャクソン・ブラウン、リタ・クーリッジ、ミシェル・ポルナレフ、フィル・コリンズ、ホール&オーツ、ビージーズ、特にねビージーズには思い入れがあるんですよね。小学校の時電力75というね電話リクエストによるヒットチャートをカウントダウンするラジオ番組がねすごい流行ってたんですね。でそれをよく聞いてたんですけど、当時はビージーズの楽曲がジョン・トラボルタ主演のサタデーナイト・フィーバーというヒット映画のサントラになっていたこともあり、大ヒットを飛ばしていたんですよ。小学校の頃散々聴いていたビージーズのベースがねリーランド・スカラーだったとはね。確かにねあの頃のポップス界ではいちいち演奏者の名前をライナーノーツに載せる粋な文化はなかったですよね。モータウンレーベルのベースだってですねジェームス・ジャマーソンであることが分かったのは近年になってからですからね。リーランド・スカラーの活躍ぶりはですねこれにとどまらず、彼のプロフィールを見る限りさながらアメリカンポップスを総なめにする勢いなんですよね。そしておおよそ2400枚のアルバムに参加してるんですよ。そのうちの 85% は今回のサムネイルで写ってる写真のベースで弾いてるそうなんですよ。これは彼が1974年よりずっと使い続けている彼の最も信頼する楽器だそうです。で彼はねこの楽器のことをですねフランケンシュタインと呼んでるそうなんですよ。でその名の通り一見グロテスクに見えるこのルックスなんですけれども、一体その構造はどうなってんだろうなと皆さんも思ってるはずですよね。なのでね今回ちょっと取材してみました。それでネックのヘッドを見れば、フェンダースパゲッティロゴということで大体想像がつくと思うんですけれども、ズバリ62年のプレベのネックだそうですよこれは。でどういうことかね、彼は62年のプレベのネックだけを手に入れたわけなんですけれども、しかし彼の人生で最初に手にしたベースがジャズベースだったんですね。しかも62年の。でそのイメージが強くてですねそのプレベのネックをジャズベのネックにリシェイプすることにしたっていいんですよ。そんなわけで地元ロサンゼルス界隈でですね、著名なミュージシャンたちのたまり場となっているウエストウッドミュージックという楽器店があるんですけれども、そこで働くリペアマンのジョンにお願いすることにしたんですね。そして肝心なボディはといえばですねリーランド・スカラーの家の近所にあったシャーベルズという楽器をリペアするためのパーツを作る工房があってですね、その工房内に、ワイヤーで吊るされた複数のプレベのボディを片っ端からね自分のこの拳でですねタップしてみて、で一番鳴りのいいやつをリペアマンのジョンのところに持ってったそうなんですよ。でもともと彼が持っていた62年のジャズベのネックをねこのボディにはめてみてシェーピングのプロファイルを作成したわけなんですよね。これはあえて言いますけど誰もやろうとしないですよこんなことは。62年のプレベのネックを62年のジャズベのネックへとリシェイプするというわけなんですよ。で画像で見て分かる通りボディは若干グロテスクなルックスなんですけれども、多分ね皆さんが一番気になる部分がこのピックアップとピックアップの間のビス止めされた木製の蓋の部分だと思うんですけど、先ほども言った通りボディはもともとプレベ用に成形されたものなんですよね。で本来はここにプレベのピックアップをマウントするための穴が掘られてあって、ピックアップがね EMG の初期型モデルがねマウントされてるんですけれども、そのアクティブ回路なわけで9V バッテリーが必要なんですよね。でこの 9V バッテリーがね2個マウントされるスペースが必要なんですよ。で新たにボディに穴を開けるよりはこのピックアップ用の穴をですね活用しようということになったわけですよ。というわけでこの蓋の中にはですね 9V のバッテリーが2個マウントされてるっていうわけなんですよ。俗に言うこれはバッテリーボックスというわけですよ。でそれでネックをリシェイピングする過程においてですねフレットを抜くわけですけれども、彼がたまたま店の壁に複数ぶら下がるフレットワイヤー、要するにフレットを打つ前のこのワイヤーのロールになってる状態ですね。このフレットワイヤーのスプールを発見して、その中の一つがねどうも彼は気になったらしくジョンに聞いてみたところ、なんとそれはマンドリン用のフレットワイヤーで
ベースに打てるワイヤーの中では一番細いものだそうで、すかさずこれを試してみることにしたんですね。これは弦のどんな微振動も余すところなく伝えてくれることから、それ以降はですね、フレットの打ち替えは必ずこのマンドリンのフレットワイヤーを使うそうですよ。ラテンワンポイントコーダー、今回ですね、先ほど紹介したビージーズの Stayin' Alive という曲なんですけど、今回の肝はですね、ギターのリフにあると思うんですね。っていうか、僕のコンテンツを毎回見てくださってる方はもう分かってますよね。さあ、クラベは 2-3、3-2 どちらでしょうか。では答え合わせをしてみましょう。ざっくりと説明させていただくと、そもそもね、ラテ音楽はアフリカの音楽とヨーロッパの音楽とのハイブリッドなんですよ。そのハイブリッドの音楽の核となる音形がクラーベというわけなんですね。考え方によっては人類の根源的なリズムのフォーマットであり、だからこそポピュラーミュージックの中にもこうやって普通にクラーベが脈打ってるのではないかと、容易に想像できるわけですよ。マエストロリーランド・スカラーがこれから音楽を目指す若者に向けてなるかどうかは分かんないですけれども、彼からのアドバイスがネット上に上がっていて、どなたかが親切に上げてくださったのだと思うんですけれども、せっかくなのでちょっと転載させていただきますね。できるだけ多くの音楽のスタイルを体験し勉強しなさい。どんな譜面でも読めるようになりなさい。周りの人たちから一緒の時間を共有したいと思われる人になりなさい。ちなみに私はセッションの時はベースプレイヤーでありチアリーダーであると思っている。いつでも 100% の実力を発揮できるように健康であること。広い意味でもっと世界を体験しなさい。人としての成熟が音楽に反映されるもの。以上、皆さんはどの言葉が心に響きましたか？